こんにちは。今回も阿蘇への移住に最適な空き家物件をご紹介します。通学通勤に便利のいい場所かなと。静かに暮らせそう。そう、コンビニも近くにあるし。ただちょっと床がふわふわしますね。あ、そうですね。天井に穴が開いてます。あ、そうなんです。今私はですね、阿蘇市乙姫の乙姫神社の境内に立ってるんですが、今回ご紹介する物件がこのすぐ近くということで、今回はここからスタートしたいと思います。今日はですね、その周辺の環境の解説役としてまちづくり課からもう一人来ております。阿蘇市まちづくり課久保田と申します。よろしくお願いいたします。久保田さんのアルファロメオの後ろに乗ってそれが結構決め手なんですよ、僕らの中で。詳しいことはまたわかりました、また聞いていただくと。じゃあ早速行きましょうか。行きましょうか。はい。レッツゴー。久保田さん、乙姫ってどういうところですか？そうですね。乙姫と言ったら、阿蘇市の大動脈の道路である国道57号線から、車でこの辺り入ってくると2、3分ぐらいで着いて、なんか自然いっぱいなようだけど、すごく通学通勤に便利のいい場所かなと。確かに。いう感じですよね。はい。さあ、この神社なんですけど、どういう神社なんですか？なんかこの神社は851年からあるみたいで。そんなに前から。いろいろ水害とかね、いろいろあったのかもしれないですけど、立ってるってことは、土地としてすごく安全な場所なんじゃないかなと思います。この神社に守られてきたんでしょうね、この土地は。いいですね。いいですね。虫の声が。そう、本当交通量の多い道路からちょっと入ってるんですけど、もうそれだけでね、全然自然感じることができて、とっても静かなところですね。そして久保田さん、到着しました。なるほど。こちらが今回ご紹介する物件です。オレンジの屋根が眩しい。眩しいですね。眩しいな。早速入ってみましょう。はい、入りましょう。失礼します。じゃあここからいつもの感じで、僕と児玉さんで。いつもの感じで。じゃあまずこの物件についてなんですけど、今建物は道路側に立ってるんですけど、この建物の北側と東側に庭がついてるような感じになってます。家屋の状態はどうですか？実はですね、こちら築年数が70年を超えておりまして、結構老朽化が進んでます。なので、解体をベースにお考えいただくといいかなと思います。ただですね、この敷地の広さと周辺環境がすごく魅力的な物件なので、建て替えにしても、修繕にしてもですね、のんびりとした田舎ライフを満喫できるんじゃないかなと思います。じゃあまずお庭の方から見ていきましょう。こちらが、北側のお庭ですね。結構奥行きがあって広いですね。そうですね。でちなみに右手は倉庫になってます。これ。外部倉庫。こっちにも倉庫があるんですね。で北側にお庭っていうのがいいですね。北側がいいんですか、お庭は？そうですね。やっぱり太陽が当たって跳ね返ってくる方向が順光になるんで、北側に庭を作るのが綺麗に庭を眺めるポイントだと思います。そうなんですね。そして今度はこっちの東側のお庭ですね。行ってみましょう。こっちはなんか森の感じで、これまたいいですね、雰囲気が。そうですね。大きい木もたくさんあって森っぽいですね。本当だ。ここがお庭ですね。こっちも結構広さあるんですけど、あっち側を見ていただくと、道路から車がここ入ってこれますね。なのでこっちに車を置いたりしてもいいですし、確かにちょっとガレージっぽい雰囲気で使っていただくと便利かなと。いいですね。あとはちょっとこの森っぽい雰囲気を生かしてテントを張って、お家でキャンプとか、お家でキャンプいいですねみたいなのもいいかもしれないですね。なるほど。で、先ほどもお話ししたんですが、こちらの物件ですね、築年数70年を超えてまして、かなり老朽化が進んでいます。なので
基本的には建て替えをお考えいただいた方がいいかなと思うんですけれども、中にはですねリノベーションしたいなっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、一応中も拝見したいと思います。どのくらい改修が必要なのか、はい、見ていただくといいと思います、そうですね、ぜひ参考にしてみてください。じゃあ間取りの説明をしていただいてもいいですか？はい、間取りでいうと 5DK になりますが、南側に玄関と勝手口が並んでまして、玄関から入ると和室が田の字型に4部屋と、その奥にさらに和室が1部屋あります。合計で和室が5部屋ですね。はい、そうですね。で勝手口から入るとダイニングキッチンがあって、そのまま奥に通り抜けられそうですね。本当ですね。奥は洗濯などができるユーティリティスペースになってますね。はい。今回は勝手口から入らせていただきます。はい。じゃあ失礼します。失礼します。お邪魔します。お邪魔します。上がりますね。最初の和室は勝手口ともつながってますね。はい。こっちも玄関ですね。はい、ただちょっと床がふわふわしますね。そうですね。はい。もしかしたら床下をやり替えないとってなるかもしれないですね。そうですね。で奥にも和室がありはい。ますね。あれがはい、5部屋目の和室です。5部屋目の、はい。はい。1個次のお部屋に行っていただいて、上を見てもらうと、上。わあ。天井に穴が開いてます。はい、そうなんですよ。ちょっと思い切りベローンってなってますので、修理が必要ですね。そうですね。はい。そして次にこの扉を開けると、こっちが浴室ですね。そうですね。こちらのキッチンの隣の和室からも浴室まで行けるみたいです。はい、この2部屋から浴室にはアクセスできますね。はい。そしてこっちがキッチンですね。はい。よいしょ。結構明るいですね。本当ですね。でこの広さは古民家ならではかもしれないですね。確かにですね。結構広々と使えます。はい。でさっきの、はい、こっちですね。はい、ユーティリティスペースが。このスペースのおかげですごい明るさがある気がします。洗濯物をここでして、部屋干しもできそうな本当ですね。感じですね。では内見が終わりましたが、児玉さんの物件の印象はどうでしょう？そうですね。やはり何といってもやっぱ立地が魅力的ですね。建物はやっぱりちょっと修復が必要な感じなので、新築でゆっくり田舎ライフを満喫したい方で、土地を探している方とか、あとは手をかけて家づくりを楽しみたい方向けかなと思います。久保田さんから周辺の魅力についてもう一度お願いできますか？立地的には大変住みやすいとこかなと思いますね。はい。阿蘇市の大動脈の国道57号線からも、車ですぐですし、コンビニもありますし、そうですね、車自転車なんかあると、大変住みやすいとこかなとは思いますね。確かに、はい、そうですね。はい、はい。では阿蘇への移住をお考えの方はこちらの物件も要チェックということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。久保田さん。大丈夫です。信頼してください。はい。上司なんで。上司なんで、はいはい、はい。あそこまでみたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。で、はい、バッチリです。ありすいません。ありがとうございます。